今回の動画は以前公開した王国崩壊3部作の番外編になります。王国の全容を調査していく中で、ナニーが実は王国の元メンバーだった可能性が見えてきました。すべてが謎に包まれていたナニーの小屋の正体、そして王国との関係性について、今回は詳しく掘り下げて考察していきます。この動画が少しでも参考になったら、ぜひハイプでの応援をよろしくお願いします。ナニーの小屋。まず、ナニーと初めて出会った場所を思い出してみてください。それはバンバン6の保管庫エリアと呼ばれる場所の一室です。部屋の中にはベッドやテーブルがあり、まるで休憩室のような落ち着いた空間。しかし、不思議なことにこの部屋はかなり高い位置にあります。これこそが、最初に抱いた最大の疑問でした。なぜそんな場所に作られているのか。その理由として考えられるのが、この部屋がかつて上階とつながっていた可能性です。巨大な王国の構造。バンバン6の舞台は、バウンセリアの王国があったフロア4から修理したエレベーターで降りたフロア5に位置しています。また、セプターが封印されていた場所の構造は王国を思わせる作りになっており、上階の王国と下層のフロアは本来一つの巨大な王国構造の一部だったのではないかという仮説が浮かび上がりました。実際、エレベーターから女王のままで歩いた距離を計測してみると、エレベーターから広間までの距離、そして広間から女王のままでの距離はほぼ同じ長さだったのです。これは偶然ではなく、意図的に設計された対称構造と考えられます。その位置関係をもとに推測すると、ナニーの部屋は上階のちょうどこの辺りに位置していたと考えられます。では、なぜナニーは王国と関わる領域に配置されていたのでしょうか。ナニーは王国メンバーだった。この保管庫エリアは、トードスターがかつて放棄された区域でもあります。彼のセリフやレポートの内容からもそれが確認できます。その後、このエリアは王国側に発見され、王国の保管庫として扱われるようになったと考えられます。上階から落下した最終地点がこのフロア庫であり、それより下はおそらく深淵部分。ナニーもまた、かつて放棄された実験体の一つだった可能性があります。彼女の名、ナニーは英語で乳母を意味します。ナニーは、ウスマン博士とシリンジョンによる実験によって、地下に眠る資材から作られた人工的存在と考えられます。ウスマンが人工的に作った子供のお世話役を求めていたことがその根拠であり、ナニーの存在意義も子供の世話をすることにあります。ナニーはベビーシッターと似ていますが、違いは明確です。ベビーシッターが一時的な子守であるのに対し、ナニーは子育てのほぼ全てを担う長期的な存在で、まるで第二の母親のような立場です。歴史的にも、イギリス王室や裕福な家で雇われることが多い職業です。また、ナニーがゾルフィウスにスペイン語辞書を使って教育的な会話をしていたことから、彼女がゾルフィウスの教育、世話を担っていたことも示唆されます。つまり、王国内で居住していたナニーは王国に雇われていた乳母であり、彼女の部屋も生活の拠点だったと考えられます。王室に仕える立場であれば、不審者に対して防衛的な行動をとるのも自然です。あの行動は、ナニーにとっての正当防衛だったのかもしれません。探検とのつながり、ナニーと王国との関係が見えてきた今、彼女が護身用に探検を所持していた可能性も浮上します。このことから、バンバンのぬいぐるみに探検を指した犯人として、ナニーが関わっていた可能性が考えられます。SNS で投稿された探検が刺されたぬいぐるみの画像には、全部秘密のままにしておくはずだったのに、という不気味な言葉が添えられていました。この言葉が示す秘密とは何なのか、ナニー、王国、そしてウスマンたちの過去、これら全てが今後の謎解きの鍵を握っているのかもしれません。探検にまつわる調査は今後も継続して追跡する必要がありそうです。